次は巻き寿司。巻き寿司も2種類を紹介します。かっぱ巻きと鉄火巻き。それ何？かっぱ巻きとはきゅうりを巻いた細い巻き寿司。きゅうり巻きのことをなんでかっぱ巻きというの？これはいろんな説があります。例えば、かっぱがきゅうりが好きだったからとか、きゅうりを切った断面、きゅうりを切って横から見た形がかっぱの皿に似ているとか、いろいろあります。そもそも皆さん、かっぱって知ってる？日本でとても有名な妖怪で、川や池の近くに住んでいると言われています。日本の妖怪に興味ある人いるかな？海坊主、六六尾、一つ目小僧なんかが有名ですが、もしリクエストがあれば、日本の妖怪の動画を作って紹介したいなと思います。2つ目の巻き寿司は鉄火巻き。マグロの赤身を巻いた細い巻き寿司で、中にわさびも入っています。どうして鉄火巻きというの？これもいろんな説があって、どれが正しいのかはわかりませんが、例えばマグロの赤さが鉄が熱くなって赤くなった様子に似ているとか、この他にもいろいろな説があります。さあ、まだ食べたことないものを食べてみたい。そんなチャレンジ精神がある皆さんにご紹介したいお寿司5選。1つ目、白子。回転寿司で目の前を流れてきても知らないとなかなか手が出せないですね。白子、これは魚の清掃です。2つ目、納豆巻き。苦手な人も多い納豆。納豆の細巻きからチャレンジしてみては？3つ目、かんぴょう巻き。かんぴょうって何？そう思うよね。このような太巻きにも入ってることが多いです。かんぴょう、これは夕顔という実を薄く細長く剥いて乾燥させたもののことです。かんぴょう巻きはそのかんぴょうを水で戻してから水につけてから醤油、みりん、砂糖で味付けしたものです。日本のかんぴょうの 99% は栃木県で生産されています。4つ目、カニ味噌。カニ味噌って何？カニのこの部分にあるカニの内臓です。見た目は、わあ、おいしそうとは言えないけど、もし興味があればお試しください。5つ目、いなり寿司。これはスーパーのお惣菜コーナーとか、お寿司のコーナーでも見かけるよね。これ何？って思った人もいると思いますが、外側は油揚げ。油揚げは豆腐を薄く切って水分を切って油で揚げたもの。これを醤油、砂糖で
味付けしたものが外側のこの部分。中にはご飯が入っています。甘辛くて美味しいですよ。あと、これはチャレンジ精神、勇気はいらないと思うけど、想像しただけで美味しい和牛の握り寿司。こんなお寿司もあります。さて、ここで回転寿司じゃなくて回らないお寿司屋さんに行ったら知っておきたい3つのルールをご紹介します。1つ、箸ではなく指で食べる。2つ、わさびは醤油に溶かない。3つ、醤油はシャリにつけない。1つ、箸ではなく指で食べる。2つ、わさびは醤油に溶かない。醤油の中にわさびを入れない。わさびは箸で少しすくってお寿司の上に乗せましょう。もしわさびが出てこなければ、シャリとネタの間にちょうどいい量がもう入ってることもあります。もしわさびが苦手なら、はじめにわさび抜きでお願いしますと言いましょう。さび抜きでお願いしますと、わさびのわを言わなくても通じます。3つ、醤油はシャリにつけない。お醤油をお米の部分にはつけません。指でお寿司を持ったら、手首をひねってネタの部分に少しだけお醤油をつけます。もしこのようにひっくり返せないお寿司なら、箸でガリを挟んでガリに醤油をつけます。そのガリをお寿司の上にちょんちょんちょんとつける。筆やハケのようにガリを使って醤油をつけるという方法もあります。ちなみに回転寿司でも回らないお寿司屋さんでもほとんどの場合ガリは無料です。ガリって何？これは生姜を甘酢で漬けたもの。甘酢は酢、砂糖、塩を混ぜたもの。この甘い酢に薄く切った生姜を入れて数時間から数日待ちます。これがお寿司屋さんで見るガリです。ガリは何のためにあるの？ガリは違う種類のお寿司を食べるときに口の中をさっぱりさせてリセットすることができます。またガリを食べることによってお寿司の味を引き立てる、お寿司がもっとおいしく感じるということもあります。昔は食中毒を防ぐ意味もあったと言われています。食中毒は食べ物にウイルスや細菌がついていて、食べた後にお腹が痛くなったり、吐き気などの症状が出る病気です。生魚を使った料理、お寿司を食べても食中毒にならないように、ガリはそういう目的もありました。また、大トロやサーモンなど、脂が乗ったネタや、ウニやイクラなど、味の濃いネタの後にガリを食べれば、口の中を一度さっぱりとすることができます。
あと、日本のスーパーで見たことあるかな？お寿司のパックには入ってないけど、お刺身のパックに入っているもの。お刺身の下に敷いてあるこれ。白くて細いもの。これ何でしょう？これは妻や剣といって大根を細く切ったものです。生の大根です。お刺身と一緒に食べてもいいし、ガリのようにお刺身とお刺身の間にちょっとわさび醤油をつけて食べれば口の中がさっぱりします。回転寿司やスーパーなどではサーモンのお寿司はよく見かけるし、とっても人気だけど、高級で回らないお寿司屋さんにはサーモンのお寿司はないことが多いので、どうしてもサーモンが食べたいときは高級ではないお店に行くか、お店に入る前に聞いた方がいいね。でもどうして？もともと1985年頃、ノルウェーが日本にサーモンを食べてもらおうとしたことが始まりです。それからサーモンが輸入されるようになり、外国から日本に入ってくるようになり、日本でサーモンのお寿司が食べられるようになったの。だから老舗のお寿司屋さん、昔から続いているお寿司屋さんには、もともとサーモンのお寿司はなかったし、今もサーモンのお寿司を置いていないの。日本で食べられるサーモンはほとんどが輸入されたものなので、寿司職人のこだわりで今もサーモンを置かないという話もあります。最後にお寿司屋さんで使われる日本語をいくつか紹介しますね。醤油のことを紫、お寿司をのせるものを下駄、温かい緑茶のことを上がり、お会計のことをお愛想、もちろん生姜のことをガリと呼んだり、きゅうりのことをカッパと呼んだりするのもお寿司屋さん独特の言葉です。ここで理解度チェック問題。第1問。これらのお寿司のうち、魚のお寿司はどれ？かんぴょう巻き、鉄火巻き、かっぱ巻き、納豆巻き。第2問。伝統的に日本の寿司ではないのはどれ？卵、サーモン、タイ、マグロ。今日はお寿司に関するテーマをお話ししました。リスニング力を高めるために、この動画を2回、3回見たり聞いたりすることをお勧めします。例えば、1回目は英語の字幕を見ないで、2回目は字幕を見ながら、3回目はお寿司をイメージしながら聞いてみてね。私の好きなお寿司はウニ、エビ、サーモンです。あなたの好きなお寿司は何ですか？コメント欄で教えてね。いかがでしたか？ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。